ロータスチャンネルへようこそ。ゲームバーロータスのシェラです。リラチャンネルのリラです。はい、というわけで始まりましたロータスコマンダー。久しぶりですけどね。はい、そうですね。今回は第11回目かな。今回は11回目ですね。11回目になるんですけど、どんな対戦の方をやっていきましょう。今回は、2021年発売の、イニストラード真夜中の狩りとイニストラード真紅のちぎりの2つのエキスパンションを使ってその中の統率者を選んで対戦してみたいと思います。なるほどなるほど、はい、これあれですよね、前やったストリックスヘイブンの時のそうですやったじゃないですか。それのイニストラード版で今回は2つつながりなので、その2つの中からもうなんか統率セットとかね、もう全部込みで好きなのを統率者にして各々自由に組みましょうっていう面白いですね。でそれで今回のレベル帯なんですけども、とりあえずもうその選んだ統率者をもう各々最大限に強化して、もうなんていうの、手加減なしというか、もう情け無用というか、いいです。じゃあレベル帯で言うと、7とか8とかそんぐらいになるのかな。そうですね。こうデッキ自体はみんなもう今までの知識を総動員して持ってくるので、もう7、8かもしくはそれを超えるぐらいの気持ちでやっていきたいなと思っています。なるほど。それでは早速各自のジェネラル紹介に参りましょう。どうぞ。はいどうも、リラです。はい、今回僕が使うジェネラルは腐敗の大ナタウィルフェルトになります。こちらは、イニストラード真夜中の狩りに収録されたジェネラルになります。で、効果はというと、4マナ33で、あなたがコントロールしているゾンビが1体死亡するたびに、それが腐敗を持っていない場合、22の腐敗を持ったゾンビトークンを生成するという能力を持っています。でそして、終了ステップの開始時に他のゾンビを1体ゲーネスを上げることでワンドロすることもできます。ということで、こちらのデッキはゾンビデッキとなるんですけども、その中でもキーカードになるのはこちら、墓所倍になります。ゾンビがいると何回でも墓地からキャストができるんですが、このファイレクシアの釘台、こちらと合わせることによってウィルフェルトがいる状態ですと、無限マナを生み出すことができます。その際に、無限マナから無限サクリファイスが誘発するので、例えば千本の隊長といった、他のゾンビが死亡するためにダメージが与えるクリーチャーがいればそのまま無限ダメージにつなげることができます。その他にもユニークなゾンビがいっぱい入ってますので、今回の対戦でお見せできたらなというふうに思います。それでは頑張ります。はいどうも、ケンカです。今回僕が使っているジェネラルは、真紅の花嫁オリビアです。こちらは、真紅のちぎりに登場したレジェンドのクリーチャーで、能力は、6マナ34で飛行速攻を持っていて、真紅の花嫁オリビアがアタックするときに、自分の大きなクリーチャー1体を対象として攻撃状態で釣り上げることができます。このオリビアの能力を使って、残虐な疾生感や、ビリス、狂気の主婦のような強力なクリーチャーを釣り上げることで盤面を制圧していきます。また、真紅の花嫁オリビア、港を滅す者、そしてサクリダイの3種類が揃えば、ブロッカーがいない前提で無限コンバットを成立させることもできるので、こちらも狙っていきたいと思います。今回の角は、黒が多くて、相手の墓地を釣り上げたり、また逆に釣り上げられてしまうこともあるかと思いますが、自分の動きを押し付けて勝っていきたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ハクです。今回僕が使うジェネラルは、竜状のルノです。真紅のちぎりで登場した、吸血鬼のクリーチャーになります。このクリーチャーは、表面は吸血鬼なんですけど、裏面がクラーケンホラーということで、海の大きな生き物に関係した効果を持っています。まず、表面から裏面に変身する効果っていうのが、デッキトップをアップキープに確認して、6マナ以上のクリーチャーがいると変身ができます。そして、変身をした後の効果というのが、一緒に攻撃しているクリーチャーをコピーするというものになります。で、それがクラーケンか、タコか、リヴァイアさんか、海蛇だった場合は、2体出ていく。ということで、大きな生き物をいっぱい増やして、どんどん殴っていこうというようなデッキになっています。デッキのキーカードになるのは、船砕きの怪物のような、単体でも強い効果を持っている、海産物のクリーチャーや、産卵するクラーケンのような、いっぱいトークンを出して、打点をものすごく上げていけるようなクリーチャー。こういったものを使って、派手な戦いができていければと思います。青黒といえば、コンボデッキのイメージが強いかと思いますが、今回は盤面をたくさん並べて殴っていければと思います。それでは頑張ります。全国1億2000万人の呪いファンの皆さん、こんにちは、マリモンです。今回僕が使う逃走者は陽気な拷問にリンディです。リンディは4マナ24、摂取というブロック向きのスタッツをしていて、呪い一つが戦場からあなたの墓地に送られた時に、その呪いをですね、自分にエンチャントした状態で場に戻すことができます。そして自分のアップキープに自分にエンチャントされている呪いを対戦相手にエンチャントし直すことで、その後2枚ドローするという効果を持っています。
このデッキの主な勝ち筋としましては、当時のお釈と劇的な逆転による逆転棒コンボでストリオン共鳴体の起動型能力を使って誘発能力を無限回コピーして、貫かれた心臓の呪いなどのアップキープに1点ダメージを与えるという能力をコピーして勝っていきます。呪いの真の恐ろしさ、お見せしましょう。どうですか？じゃあお願いします。お願いします。大統はい、領。ほい。 2、1、 9、 14。 103から、103から時計までで。じゃあ、します。僕はこれでキープします。お願いします。お願いします。キープします。まあ、いくか。キープで。はい、キープします。はい、ではよろしくお願いします。お願いしますでは、アンタップアップキープドロー。ランドセットしてそのままフェッチ切ります。アンシー、サーチまで。では、1マナから、黒を出して、対象の対応、4番手の金貨さんにあげます。おー、なるほど。一緒にサーチ、いいなぁ。いいんですか？ありがとうございます。羨ましいですね。1枚選びました。はい、では僕も1枚選びました。これで既得に積みます。はい。そのままターン終了で。はい。じゃあターンもらいます。アンタップアップキープ、ドローします。白星をタップインしてターン終了します。じゃあ、もらいます。アンタップをキープと、ますか、じゃあ。サバリットの円形と帯状をセットします。タップして、青流し1点。スローイング。から、今まで、トムドリシ。から、おヒーズボックス。すごい。やばい。で、アソーデルを追放します。はい。で、2マナで、勝たれたゴブリン。2マナ2で眼鏡を持ってる。ゴブリンゾンビですね。はいそして、終わりです。タマイマースアンタップアップリプドロー。沸騰した証拠をセットして即ウェッジ切ります。デッキからホットランズを持ってきます。ホットランズから1マナ。ソロリングをプレイ。ソロリングから2マナ。精神石をプレイ。これでターン終了です。タマイマースアンタップアップキープドロー。みんなアクトが振り回ってる。フェッチランドをセット、即起動します。シュメット箱をショックインします。マナクリプトをプレイ。無色2マナと黒。無名の墓をキャストします。デッキから、伝説でないクリーチャーを1体墓地に落とします。なるほど。なるほど。はい。なるほど。おお、やばいね。マジやばいんだよな。はい、では船下きの怪物を、墓地に落とします。はい。そのまま1マナ黒リアニメイト。おー、来るよ。いいぞ。対象は船下きの怪物でよはい。ろしいでしょうか。では場に出して私は7点くらいます。いやー。やばい。すごすぎる。そのままターン終了で。はい。ターンもらいます。アンタップアップキープ、ドローします。では、島をセットランドして、2マナから、秘技の印鑑をプレイします。はい。これで、ターンを終了します。はい。じゃあ、ターンもらいます。アンタップ、アップキープドローします。じゃあ、金属モックスから黒マナ、スロリングから無色出して、無色一浮き、で、悪魔の糸を、コストとして、ゴブリンを生贄に捧げて、唱えたいです。はい。はい。で、一応ゴブリンは眼鏡で帰ってきます。マイナス1しか高めた状態。あれ、追放しちゃいましょう。知らねえなはい。じゃあ、1枚刺してきました。はい。じゃあ、宝石の水量。を唱えまして、サワリットの連携道具上から1点食らいます。宝石の水量に来て、黒出します。じゃあ、ミレールキャスト。はい。キャストまでいきました。黒1マナ出して、ヨルメッカイを出します。で、じゃあ、このまま終了ステップまでいきます。で、ウィルヘッドの効果で、ゾンビ鬼に生贄捧げてワンドローできるので、ゴブリンかな、口ゴブリンを生贄に捧げて、ウィルヘッドの効果で、フラン付きのゾンビを出しながらワンドローします。で、ターン終了です。さあ、もらいます。アンタップ、アップキープ、ドロー。ちょっと腹立つけど、なんとかするか。そうしてみてましたからね。面倒見てもらえないと触らせてました。なるほどね。なんとかしたカードで面倒見る意味わかんねえよな。めっちゃ切ります。プレイします。敵だからモックスダイヤモンドをプレイします。敵だからアボーグを捨てます。はい。 4マナ。敵だから最後の別れをプレイします。はい。なるほど。
はい。よろしければ。この人まさか自分のことやらないよね。あれ任せてくださいよ。さすがにさすがに。任せてくださいよ。デッキから残虐の姿勢がお持ちできます。なるほどね。ナイスイギリスじゃないと偉い偉い。ナイス姿勢それはが。偉いです。いや、丸いと思うんですね、こっちの方が。偉い偉い。それは偉い。で、もう1枚をハンドに加えます。バッターランズが、黒1枚。さあ、散ってきた再活性を、残虐な姿勢が同じようにプレイします。はい。では、墓地から、8点回ながら残虐な姿勢感が復活します。はい今回初対象はもちろん白さん。よしよしよし。では、ワンディスカードクリーチャー1点作り3点ルーズをお願いしまはい、す。ワンディスカードで考慮捨てて、クリーチャーはまあ、しゃあないな、サクって3点もらいます。じゃあ、僕は3点回復してワンドローいただきます。これでターン終了です。よーし、ナイス。いいです。アップキープ、クリプトロール。丸。そしたらそのままドローします。ランドをセット、して、まあ、やることもないので、ジェネラルをキャストします。はい、はい、はい。で、ルの、場に出た時の効果で、墓地のクリーチャーを1体デッキトップに積み込めます。それでは、積み砕きの怪物をデッキトップに。あれ戻ってくるぞ。まあでも、回らないから多分大丈夫まあ、だそうからね、そのままで、終了で。はい、ターンもらいます。アンタップ、アップキープ、ドローします。では、山をセットして、クローンボックスをプレイします。はい刻印は腐食切ったので青ではい刻印しました。じゃあ、2マナから威圧のタリスマンをプレイします。はい。スタックからまた2マナを生み出してラクドスの印鑑をプレイします。おい。じゃあ3マナで、じゃあみんなちょっといっぱいクリーチャーを並べてるのでお掃除をしましょおい。う。毒の濁流なるほど。なるほどね。 X6 でプレイします。はい先にコストで6点を支払います。はい。僕対応ないです。はい、対応おお願いします。願いする。ではお掃除をお願いいたします。はい。これ死んだ時の効果誘発があるんで、ヨルメクカイが死んだ時に、マイナス1修正か、宝物が出せるので、僕は宝物を出します。宝物と、で、リルヘルトの効果で、プランを打たないゾンビが、死亡するたびにトークンが出るので、プランゾンビが1回出ます。では僕はマナもないのでこれで番を終了します。じゃあ、ターンもらいます。アンタップ、アップキープ、プロ、フィリムカイブリンをセットします。で、ベチ切ります。で、アンダーグラウンドシーを持ってきました。はいで、1、2、3、4、5、6で、スプレットの遠距離から1点食らって見れると2回目キャストします。はい。で、この僕は終了セット入りまして、ゾンビを1体1点に下げてワンドローします。はい。で、おしまいです。頑張ります。アンタップ、アップキープ、ドロー。じゃあ、1、2、3、4、5、6、7で、オリビアをキャストしたい。そうなんだよね。結局、じゃあ、オリビア着地します。はいどうぞ戦闘に入りたい。戦闘前、はい。締める気なしゃぎまりを。おしゃあないね。危ない危ない。いやーやられちゃうからさすがね。皆さんさすがですね。まあまあ、しょうがないですね。じゃあ、これでターン終了します。はい、では、スタンもらいます。アンタップ、アップキープにクリプト誘発。丸。そのまま倒します。まあ、今はまだいいかな。そのままターン終了で。お、はい。じゃあターンもらいます。アンタップアップキープドローします。では2マナを支払って手札から稲妻のスネアペをプレイします。はい。はい。そして4マナを払いましてリンディをキャストします。はい。そのままスネア手を装備までよろしいでしょうか。はい。はい。それでは、戦闘に入ります。ではリンディは、接種を持っているのでそのままリラさんにアタックしたいです。パー2でしたっけ？パワー2ですね。はい、じゃあ2でもらいます。それではターンを終了します。はい、じゃあターンもらいます。アンタップ、アップキープ、戻します。センター入ります。キングさんに3点。はい、もらいました。じゃあメイン2入りまして、1、2、3、4、5、6で1点くらいます。ご紹介いただきます。強い。生贄はゾンビでさせていただきます。じゃあ ETB 良ければ着地して、22ゾンビは2体でいきます。強すぎ。このままシールステップ入ります。で、ゾンビを1体生贄に捧げて、これはフランを持ってないのでフランゾンビを出してワンドローします。強すぎる。終わりです。頑張ります。アンタップ、アップキープ、ドロー。ソルリンクとモックスダイヤモンドからトマン出して、帝国の長兵をプレイします。はい。じゃあ、デッキから鳩の引発者を持っていきます。うえー。確かリンディさん、仕事のマラファクト出してましたね。割れましたか？では、2枚から鳩の引発者をプレイします。アーティファクトかエンチャントの枚数を。僕は5枚あります。1です。 3、4なんですけど、
トレジャーさすがに切っときます。はいスタックで。黒物出してきます。わかりました。じゃあ、 3ですじゃあ、合計9個ですかね。トレジャーが9個出ます。いやこれはやばいぞ。気持ちいいね。ー、危ないんだけど。宝物を8個使います。リリース。やばすがにできたんだけど。殴らないでいただきたい。これでは終了します。いや、さすがにこれはしゃべでしょ。エンド前、青1マナからお猿さんになってください。いやー、ナイス。さすが、いい演出です。僕が宝物1マナ出します。レッドエレメンタルブラスト。いいよ。さあ、無理だわ。は赤リーフをプレイします。い、パスです。僕も通りました。ダメダメ、ビリーさん殺しちゃダメですよ。はい、ではターンもらいます。アンタップ、アップ、キープ。丸、クリックセーフ、ドローします。困るね。ラドセット。一応出し直しますか。ジェネラルを出し直して、釣り上げられるものも特にいないので、そのままターン終了で。はい。ターンもらいます。アンタップ、アップ、キープ、ドロー。よいしょ。産業の塔をプレイして、いやー、ビリスがいると何にもできないぞ、これは。いや、これはターン終了します。いやー、どうしよう。困っちゃいそうだ。トップ次第。アンタップ、アップ、キープ、頼む。どうも。いやー、かけるしかないな。じゃあ、先頭にまず入ります。本当は金貨さんをものすごく投げたいんですが、めちゃくちゃボールされちゃうんで、じゃあ、モションタイタンで、ハクさんに6点。はい、するで。はい、じゃあ、殴った時2発で、ゾンビが2体出ます。金貨さんもじゃあ6殴った点もらいまはい。す。で、メイン2に入りまして、黒1マナから、弱者戦術を。ターゲットは、フランじゃないゾンビに当てます。で、フランじゃないゾンビ診断でフランゾンビをまず出ます。で、黒4マナ出ました。で、黒4、5、6、7、8。落ち ?8? 俺も出せば、ちょっとまずい。ビリスのキャストします。ビリスをキャストか、ちょっと考えるけど、かな。こっから1万払います。ライフを4点支払います。4点うわエリューヘルトにシッシ切断をして。ー、なるほど。なるほいや、ライフ4点支払ったら4枚ロールしていいから。ど。ずるいな、あれ。どうぞ。じゃあ4枚引きます。で、解決はよろはいしいですか。、ビリヘルトは死にました。じゃあビリス着地はどうぞ。じゃあビリスは着地しました。まあ、ビリスとりあえず残ってくれたから、じゃあシティオブラスおー。して、これ今引いた方がいいのかな。いや、来るべきタイミングにいいカードからはず終了です。では、ターンをやります。アンタップ、アップキープ、ドロー。とりあえず虹色の情報をセットします。はいで、1点払ってサーチするんですけど、その前にビリスが誘発してワンドロー。はい。これ強いんだよな。で、デッキから、当然、沼って感じですね。黒いマナ、ダークリチャールうん。はい。そのまま。から3マナ出して、4、5、6、7、8マナでオリビアをリキャストしたい。では、それに対応して、2マナで、火の不定を当てたいです。まあ、残虐でそうなっちゃうしね。そうですね。リンディ止められるとちょっと厳しいので。まあ、2ドロもらえるなら許してあげるか。で、これでターン終了です。どうぞ。はい、じゃあターンもらいます。アンタップ、アップキープ。じゃあ、アップキープに2ドロ入れて。で、じゃあ僕は1枚移動します。はい、じゃあクリックとロールします。3点もらいます。で、ルーノも一緒に誘発します。はいで、デッキトップが、確認して、6マナ以上のクリーチャーだったら変身します。6マナのクリーチャーです。そうなんですか。これは最新限の海蛇というクリーチャーです。はいクラーケンかリワイアさんかタコか、海蛇が殴るときにはクラーケンかリワイアさんかタコか海蛇しかブロックできません。なるほどね。なるほどね。了解です。今後この4種類海産物っていうふうになんか略してもらったり。ジェネラルが変身します。はい。はい。移動しました。では、フェッチ切ります。16。島持っていきます。では、6マナ。先ほど引いた最新限の海蛇をキャストします。はい。でかいな。では、どうしようかな。ブロックされないけど、でもブロックカットしとかないとな。はいでは、このままターン終了で。はい。では、よいしょ。アンタップ、アップキープ、ドローします。3マナと、5マナで2点支払って、ファイレクシアの変形者を
ビリスが手揃えたいです。3人目ってこと目には目をですね。なんかさっきも皆さん言ってましたね。そうやな。一応、シティオブラスから黒マナ出して1点くらいます。はい。はい。で、ビリス吉を戻します。頼む。頼む。何か起こらんから頼むセファリックの計画上も、マナ出します。はい。青マナ出して1点から戻します。はい。みんなで仲良くやろうや。やりましょう。仲良くやろうや。はい、では、ビリスになった敗歴者の変化者が着地しました。ただリラさんに2マナがふわっと浮いてるんですよね、どうしましょう。これ一旦コンバットに入ります。じゃあマナ消えちゃうんで黒1マナ使ってノーブしたいです。おお、きな臭いな。なるほど。はい。はい。はい、じゃあノーボで墓所倍をどうしようとします。おお、はい。コンボパーツ。はい着実に。では、コンバットに入りました。はいどうぞはい。いや、でもどこも殴りたくはないんですよね。そりゃそうですね。そうですね。じゃあ、このまま戦闘がメインフェーズに入ります。では、タリスマンから、黒を生み出して1点くらいます。では、ビリスが誘発してワンドローします。なるほど。ではもう一度単魚の塔をタップして黒を生みました。今黒が2マナ浮いた状態ですね。では1点また食らってワンドローします。では、浮いた黒マナから、1つ使って、2点ペイしながらどうしましょう。フランのないゾンビは何ここに体ですか。 2 2体体。ではそっちの片方にマイナス1修正を与えた。はいでマイナス1しちゃいます。2点ペイをしたので2ドローします。引け。では、もう一度ですね、浮いた黒マナから、さっき乗ってる方にもう一度マイナス1修正を与えてよし言いました。2点ペイして2枚ドローします。では、今引いた変遷の泉をプレイしてそこから、3マナ生み出しまして連合の秘宝をプレイいたしましてターンを終了します。はい、じゃあターンもらいます。いやー万年ビリス3枚はどうしようかなこれ。多すぎですよ。ないな。これは1ドローします。じゃあ、まずじゃあシティオブラスから黒マナ出して1点食らってビリスでワンドローします。はいほいそれとね計画上から1点食らいます。はいさらにワンドローふっマジかな。変えよう。お変える変えようこれ番目を青黒浮いてるんで、はい青黒黒はいはい。黒4マナ5欠までの契約をキャストします。これは僕のクリーチャーが死亡するために対戦相手全員がクリーチャー相手に敬礼に捧げなきゃいけないです。やばよしやばい。あ、それにスタックでスタックはい一応、日々の君から青を生み出しましてあ、はい。渦巻き知識をなるほどはい、なるほど。はいはいはい。頼む何か対応策を。引けあれはマジでまずい。ビリスはこの辺に行ったらいい。あれはマジでまずいって。まずいね。ではこの2枚を戻してビリスが死んじゃいそうなので、僕のビリスを起動したいなと思います。はいじゃあ黒1マナねはい生み出しまして、対象はじゃあみんなで仲良しでこれにマイナス1修正与えて2点じゃあ2点ペイはしました。ないか。はい、OK でではす。ビリスに2ドローします。はいじゃあ着地しました。はい、どうぞ。じゃあ戦闘入ります。恐ろしいぜ。さてこいつらが勝手に死んでくれるんでじゃあビリスと墓所隊と、フランゾンビ2体でパッツさん殴ります。じゃあまず墓所のタイタンイルカツでゾンビ2体出ました。はい。では、ビリスをジェネラルでキャッチして、で、海蛇でグレーブタイタンをキャッチします。はいだから、ゾンビの4点ですかね。はい、ゾンビでやってもらいます。はいでゾンビの4点が通りましてでフランの効果によってはい戦闘終了時に、こいつら死んでいくので僕のクリーチャーが2体死んだので皆さん2体生贄させてください。いやまあ、引くだけは引いとくか、どうせ対応策はないけど、ライフ2点払います。で、よーし実際使用は、鳩村教科書を対象にして、マイナス1修正をします。で、2ドロー。はい、で、解決します。はい解決。よーしまずいよ。やべえな。俺のビリスが最強だこのままじゃ終了ステップまで入って終了です。はい、じゃあ、ターンもらいます。アンタップ、アップキープ、ドローいただきます。まあ、無色マナ出して、精神石を演出だけでワンドローします。はい。
2セットランドで無色1浮くと沼から2マナ出して友なる石をプレイ。はい。友なる石と沼から2マナ出して闇の星へプレイ。はい。このまま終了ステップに入って、手札が8枚なので、山をディスカードしてターン終了です。はい、じゃあターンもらいます。アンタップアップキープ、クリプトロール。はい、一発。3点。で、そのままドローします。で、2マナで跳ね腰出します。はい。はい。そこですね。そのままターン終了で。はい。では、アンタップ、アップキープ、ドローします。ほっ。では、発明博覧会をセットします。はい。で、そのまま軌道まで行きたいです。これを生贄に捧げて、アーティファクトカードをデッキから持ってきます。では、発明博覧会の国家で、当時の宝石を持ってきます。いっぱいマナがあるので、2マナから当時の宝石を捉えたい。僕、対応が、いや、これ考えた方がいいか。さすがに引きに行こうかな。アンダーグラウンド C から、黒マナ出して、ピースの効果で、まあ、ボブに当てとくか。ボブにマイナス1周して当てて、2ドル。2点食らって2ドル。これはやばい。頼む、頼む。対応ないっす。これは通りますか？はい、大丈夫です。はい、何もないです。はい。では、着地しました。で、刻印が誘発しまして、手札からもちろん劇的な逆転を刻印したいと思います。これで、そうですね。マナファクトが3マナ以上出るんで、これで一応無限マナまで入りたいです。はいよろしいでしょうか？優勝無限マナ入ります。はい。はい。ここで、性別されたスフィンクスを唱えます。はい。はい。じゃあ、稲妻のすね当てを吐いて、手札からストリオン共鳴体をほう。プレイしたいです。無限誘発。はい。そうですね。そうですね。これで、ビリスさんの方に殴ると、ビリスは強制ドローなので、スイックスで引けてしまいますね。しかもこのドローは誘発だかなるほど。共鳴体が、 2の回数誘発できるの？そうですね。はいはいはい。枚数いけるってことか。では、稲妻のすね当てを吐いて速攻なので、ビリスさんに4点パンチしたいです。これ止めれんだよな。いや、ここで引いてくるしかない。じゃあ4枚を引きます。はい。はい。では、ここで、リラさんが4枚引いたので、はい性別されたスフィンクスのドロー効果が誘発しまして、はい2枚ドローが4回誘発はい。に対して、マナファクトからマナを全部生み出します。一応怖いので、無色で生みました。はで、当時のお釈をはい。起動にさらにスタックして、はいストリオム共鳴体はい。の、誘発能力をコピーするので、性別されたスフィンクスをコピーして、ストリオム共鳴体が、解決して、まずは2枚ドローします。これで、今デッキの枚数が残り74枚はい。で偶数枚なので、残りデッキ枚数を2枚残した状態で、はい手札全部引き切りたいと思います。はいどうぞよろしいでしょうか。はいでは、メインフェーズ2に入りまして、手札から愚者の知恵の呪い、うんこれを、リラさんに、はい。これが、エンチャントされているプレイヤーがカード1枚引くたびに2点のダメージが2点失うほー。はいはいはい。効果になっております。はい。で、これ、誘発能力なんですよ、実は。ああ、なるほどなるほどなるほど。ストリーム共鳴体で誘発できるので、はい。これをリアさんにつけたいです。はい。つけられました。そして、貫かれた心臓の呪い。これを、金貨さんにつけたいです。はい。これはエンチャントされているプレイヤーのアップキープに1点のダメージを与えます。はい。これももちろん誘発能力です。はい。そして、乾きの呪いはい。を白さんにつけたいです。これも、エンチャントされているプレイヤーの呪いの枚数かけるダメージをアップキープに与える誘発能力です。はい。では、だから現実変容をビリスに対して打っておきたいです。もう念には念をということですね。そうですねはい。追放されました。はい。では、これで万全を期した状態で、僕はターンを終了したいと思います。すると、ドローする前にアップキープ開始に無限誘発させられて、僕は死にました。私も知りました。僕も知りました。ありがとうございました。はい、はいというわけで対戦動画をお送りいたしましたがいかがだったでしょうか。はい。いやー今回もはぐれしましたね。いや、そうですね。てかところで白井さん、はい。今回白井さん出てました？今回ちょっとね、
まあなんか出てなかったんですけど、出てなかったんですけど、僕はちょっと横で見ておりました。あ、見てましたね。そうそうそう。見ておりました。今回の対戦に関しては、結構みんな見どころあったんじゃないかなと思ってて。そうですね。一番最初のね、ハクさんのスタートダッシュ。いやー、あれがね、怖かったっすね、やっぱり。イニストラートといえばの怪いやー、物ですよ。ほんともう今もめちゃくちゃ暴れてますからね、あいつ。ただ、あいつめちゃめちゃ強すぎるからっていうので、やっぱヘイトガーンって上がっちゃって、僕もどうにかしようと思ったんですけど、僕どうにかするのちょっと尺だなと思って。ああ、なるほどね。なんか金華さんやってくれそうだなと思って。1枚もらってるしね。そうそう。で、実はサーチした時に、知らねえなとかって言いながら、僕実は致命的なはしゃぎ丸持ってきてるんですよ。どうにもならんかった時は僕履こうと思って、なるほど、一応持ってきてあげて、じゃあ金華さんお願いしますねってしといて、で金華さんが弾いてくれて、おかげで僕は致命的なはしゃぎ回り取っとけたんですよね。だから一番僕としてはいい、そういうのうまいよね。そう、いい流れにちょっと持っていけたんですけど、いいケースならではのやり方というかね、もう全部自分でやっぱ処理しちゃうと、そう、あそこ難しいとこなんだよね。やっぱりね、そうそう、仕掛けた人と止めた人以外の2人やっぱ得しちゃうから、そう、その辺のやり取りが難しいよね。で、みんなちょっと展開していこうっていうところで、一回マリマンさんから濁流入って、全体流されて、ここからじゃあどうなりますかってなった時に、オリビアが復帰しようとした時に取っておいたその致命的なはしゃぎ回りが割と刺さって、オリビア一回とりあえず飛ばしてもらって、僕のペースでちょっとやっていきたいなっていう感じだったんですよね。いい流れが来てたね。で、そっからで最終的な盤面見てもらったら分かると、ビリス3体盤面並ぶっていうこんなカオスの盤面あるっていう。そうね。で結局ビリスってダメージ食らった人はドローしちゃうから、ハクさんしか殴るとこなくて、ハクさんをどつきながらこれどうするっていう状況で、僕がビリスのドローで引いてきたのが補欠までの契約ね。あれのおかげで盤面横に並びはしてなかったから、僕あれさえ置けちゃえば、そう、あ、これ一掃できるじゃんと思って、しかもゾンビフラン持ってるから勝手に死んでくれるし、これだと思って出して、で最終的にみんな盤面空にして、さすがにこれ僕勝ちでしょ。で皆さんどうするんですかってちょっと高みの見物しようと思ってたら、まさかのリンディね。そうね。いやー、あそこから行かれるとはさすがにちょっと予想できなかったっすね。結構ね、動き的にもね、ストリオン共鳴体で性別されたスフィンクスのドローを無限にコピーして、いやー、あれテクいよね、ちょっとね。大量にしきるっていうね、誘発をコピーするっていうのなかなかないよね。なかなかないね。しかも僕がビリスがいたからこそあれできてますからね。あ、そうだよね。そうあれはね、なかなかね、誘発ドローに対しては盤面じゃないとできないというか、そう、なかなかレアなケースな。しかも最終的な勝ち筋としてはどうやって勝つのかなって僕思ってたら、なんか見たことない呪い貼られて、これ何これ何っつって、あ、これ誘発効果なんですよ。あ、なるほどっつってストリオン共鳴体で無限誘発されて負けるっていう。あれ面白いね。いや、面白かった。なんかなかなかその見る機会のないコンポでもあるし、デッキでもあるから、見てる人も面白かったんじゃないかなと思いますね。はい、今回の動画面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録と、高評価のほどよろしくお願いいたします。お願いします。今回の動画は僕、シェラとリラでお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。